皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2024年2月28日水曜日です。前回の動画で2月20日の血液検査の結果を踏まえて、今後の予定やその時の現状などをお話ししたいというふうなことを申しましたけれども、ちょっとその動画が上げられずに、今日に至っています。というのも2月20日の検査の結果があまり良くなかったからなんですね。で、先生の方からは、ちょっとこれだと27日にできないかもしれないね。とりあえず2月の27日に準備だけしてきてねと。で、血液検査の結果を見て翌週にするかもしれないし、回復ができていたら、当日27日に、抗がん剤投与をするかもしれないからというふうに言われたので、ちょっと未定状態でしたので動画を上げることができませんでした。で、実際に2月20日の、検査の結果がどのような検査の結果だったかというのはこちらに今出しています。で、1回目の直前、1回目から2週間後の値、2回目の直前、2回目の、投与から2週間後のデータが今出ていますけれども、これを見て分かるように、徐々に白血球の数も減ってきています。ただ先生が見たのは、高中球という数だったわけです。これは、以前動画でコメントをいただいて、白血球の数よりも高中球の数の方が大事かもしれませんよというコメントをいただいていたんですけれども、その段階では私高中球っていうのを、血液検査に出てたんですけれども全然見てなかったんですね。でも先生がそこを指摘したので、お友達のコメントにあったなと思って自分でも調べてみました。で、この高中球っていうのは、簡単に言うと体に入ってきた異物に対して、それを、攻撃してパクッと食べて、そしてその食べて自分も殺菌しながら自分も消滅するという、種類のものだそうです。なのでその数が減ってしまうと良くないということなんですね。で、基本的には白血球の数の、30から70とか40から70とかっていうパーセントの中に入っていれば、問題ないというふうにネットでは出ていました。そして一番問題なのは、白血球が下がってきているだけじゃなくって、その数が高中球の数が1000を下回った時、私1000を下回ってるんですよね。で、1000を下回った時には、感染症になりやすい。そして500を下回った時はもう治療が必要です、危ないですっていうことが書かれてあったんですね。なんで、もう800台900台っていうと、1000を下っているところですけれども、このままの状態であまり回復しなくて、3回目を打った時、500を下回るようなことがあるかもしれないと先生が考えたんだと思います。ということで、3回目が打てるかどうか、27日にできるかどうかは27日の血液検査の結果でね決めましょうねという話になったんですね。で、実際に昨日行ってきて、血液検査の結果が今こちらに追加して表示していますという形ですね。これを見るとなんと2回目の最初の、直前のね値よりも白血球の数も高中球の数も上がってるんですね。私も見てびっくりしました。あれ、上がってる。2回目の時は1回目のところまで上がってなかったんですよね。でも3回目の直前の検査の結果2回目を上回っていたということで、できるねと言われたわけです。で、よくよく考えてみるとなんで良かったのかなっていうのがまだよく分かってないんですね。ただ、1回目の時にはやっていなくて2回目からやり始めたこととして、皆さんにいろいろ心配していただいて教えていただいたこともありますけれども、ヨーグルトとバナナ、あとそれを食べて、あと生姜を紅茶に入れたりスープに入れたりして飲んでました。
これが本当にいいかどうかわからないですけれどもやってました。であと、足のしびれ具合にもいいと言ってウォーキングを始めてたんですけれども、好中球を、増やすためには少し汗ばむぐらいの運動をした方がいいって書いてあるサイトもありましたので、20日から、1週間、今まで1時間しか歩いていなかったんですけれども、それを2時間歩いて汗をしっかりかくようにしました。でそれによって体温が上がるっていうこともあります。汗をかくってことは体温が上がっているから冷やそうとして汗かくわけですから、その分体温も上がったということ。あと2時間歩くとやっぱりお腹も空いてきて食事がしっかり取れるようになってきたということです。で今までは一人前はなかなか食べられなかったんですけれども、毎食ではないんですが波はありますけれども、一食一人前を食べることができるようになったということもあります。どれが良かったのかがわからないんですけれども、1週間の間で、強化したことっていうのはもうそれをしっかり食べて運動したで食事も食べられるようになったっていうことだけなんですけれども、これがどの程度白血球の数、好中球の数に影響したかは分かりませんけれども、良い結果が出たので、これから先ですね、今日もそうですけれども、次の2週間後の、検査の結果を、迎えるにあたって毎日それをちょっと続けてみたいなと思っています。その段階でまた効果があればそれが良かったんじゃないかなというふうに思いますけれども、万人にいいかどうかはもちろんわからないので自己責任で考えてやってみてくださいという感じです。で、実際にですね1回目2回目ともに、冷やしていたという話をしたんですけれども、足の裏ですね冷やしていたという話をしたんですけれども、今回、初めてその良さが分かりました。というのも、前回は、2回目の時は足を下ろした時、投与後に足を下ろした時に左足のかかとにビリビリビリってきたっていう話をしたと思うんですけれども、今回は、氷を保冷剤を取り替える時にそれがまず分かったんですね。今ちょっと足はお見せできないのであれなんですけども、これが足だと思ってください。こう寝かしていってすね、甲、足の裏、ふくらはぎの方です。こうした場合に、これがちょっと携帯保冷剤だと思っていただくと、保冷剤をここに当ててたんですね。で左のこの指がちょっと感覚がしびれがちょっと強いかなと思ったので、それ以上強くさせないために上の方に向かって保冷剤を置いていました。で今回は2回目にはやってなかったんですけれども、ふくらはぎの方も冷やしてみたんですね。ここも関係ないだろうと思って冷やしてみたんです。でここを冷やしてここを冷やして、ここの部分だけが開いちゃってたんですね。でかかとの部分が開いていました。でそれで2時間で、交代する時にこれを外そうとしてここのかかとに手が触れた瞬間ビリ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 ってこうしてたんです。だからあれもうこんなとこしびれてる、ここもしびれてない、ここもしびれてないけどここだけしびれてたんですね。でここ冷やしてなかった、冷えてなかった、空いてる部分だったってこと気がついて、次の2時間は下の方にして、冷やしていました。で帰り投与後ですね終わって足を下に下ろした時に前回みたいなビリビリ感が全くなかったんですね。っていうことは冷やすことによってビリビリ感っていうのがなくなるんだなっていうのを途中で今回は実感しましたので、どうしてもうとうとしてしまってきちっと当てられなかったりとかする場合があるといけないので、4回目の時はちょっと対策をしたいなというふうに今考えています。全部が当たるようにですねしたいなというふうに思っています。というのも2回目3回目ともにとにかく眠気がついてしょうがなかったんですね。で、普通でしたら点滴が終わったらブザーで知らせなきゃいけないということはあると思うんですけれども、抗がん剤治療の場合は5分から10分間空けずにですねもうしっかり測って点滴の落ちるタイミングと残りの液の量
と、時間を見て3時間でぴったり終わらせなきゃいけない、1時間でぴったり終わらせなきゃいけないっていう、なんかそういう薬らしくって、ものすごく丁寧に看護師さんが見に来てくださるんですね。なんで安心して休むことができるんですけれども、そのおかげでもう爆睡状態でこう取り替える瞬間だけ忘れないようにしなきゃいけないんですけれども、そういう形でちょっと眠ってしまっても、必ずぴったりこう収まるような工夫を、4回目はしてみたいなというふうに思っています。で、昨日打ってきて、帰りはですねやっぱりもうフラフラ状態でしたので、夫が今回は看護師さんが呼びに行ってくださって、投与室まで中まで入ってきてくれたので、その場で荷物を渡して、で、ゆっくりですね、私は自分の体だけを車まで運べばいいという状態で帰ってきました。で、前回と2回目と違うのは、帰ってきて少し落ち着いたのでお風呂に入って足とかをマッサージすることができたことです。そして、今日に至ります。今日は朝からとっても元気です。で、いただいた、吐き気止めを飲んだりとかはしていますけれども、朝からしっかりとヨーグルトバナナを食べましたので元気です。で、今こうやって撮影しているわけですけれども、で、私の場合の1回目と2回目を考えると、3回目にも筋肉痛と関節痛と、あと血圧が急激に上がる日が出てくるんだろうなっていうことが予測されますが、それに対しても、事前にお薬をいただいていますし、吐き気止めは1日2日目まではもらっていますけれども、それ以外にもし吐き気が出た場合は、豚腹というのを1回目の時にいただいてますので、それも対応できると思います。で、コメントでいただいている中に口内炎とか味覚障害とかっていうのがありましたっていう方もいらっしゃったんですけれども、私の場合は口内炎が1回だけ1回目の時にできましたけれども、味覚障害は今のところないですという感じになっています。で、これからね今回出るかもしれませんのでちょっとわからないですけれども、そういったところですね。で、脱毛に関してなんですけれども、今これ今日ノーメイクです。その方が分かりやすいかなと思ってノーメイクなんですけど、眉毛もこれ自前です。で、まつげも見えますかね。まだこれ全部自前であります。こうやった方が分かりやすいのかな。あります。抜けてはいるんですけれども、それほど多くは抜けてないのでまだあります。で、鼻毛も陰毛も体毛も、まだあります。で、抜けてはいますけどあります。で、全部がツルツルになってるっていうところは今のところどこもないです。で、髪の毛頭皮に関してはだいぶ抜けまして、2回目の前後にものすごく大量に抜けた映像をお見せしたと思うんですけれども、3回目の前後にまた来るかなと思ったんだけど、それほどでもなくて、でも、前回見せた時よりもだいぶ抜けてる感じがあると思います。で、日々抜けてはいます。先発すると抜けるんですけども、どうですかね。わかりますかね。こっちが横、こっちが後ろですね。後ろはどうですかね。髪の毛が長くしたままなので分かりにくいかもしれませんけど、こんな感じです。で、こうやって手を入れてこう髪の毛引っ張るとか、そのままこうやっても全然抜けないです今は。ただこうやってやった時に地肌に手が当たることがもちろん当たりませんね。地肌見えてるんですから当たるんですけど、その時に触った皮膚の感覚がここの顔の感覚とは全然違うんですね。なんか赤ちゃんのような感覚っていうか、しっとりとした感覚があって、で、今までこう髪の毛に守られていたから綺麗な皮膚細胞なんですかね。なんかその感じがあって、これは守った方がいいかなと思って、部屋の中でも紫外線ってありますから、だから最近はこういう帽子をかぶっています。それで保護しています。あとこの部屋は暖かいんですけれども、トイレに行ったりとかする時って部屋を出ると寒いんですよね。で、頭がツーンと痛くなるので、今は、家にいる時もこういった通気性のいい帽子をかぶるようにしています。こんな感じですかね。今ですね、現在一緒に闘病されている方
たくさん見ていただいていると思いますけれども、皆さんが私よりも大変な副作用で悩まれている方も多いと思います。人それぞれ副作用は違うので一緒に乗り越えていきたいなと思っています。私の情報は、逐一、動画としてお見せしたいなと思っておりますので、お知らせしたいなと思っておりますので、もしよかったらまたご覧ください。一緒に頑張っていきましょう。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。次の動画は副作用が一段落した頃また上げたいと思っております。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。